るんだよ。ついさっき、すっごくビッグなニュースを全世界に発表したよ。なんと、バブルボブルシリーズ完全新作、バブルボブルシュガーダンジョン発売決定。アクションゲームのバブルボブルの新作は2019年にヨーロッパで最初に発売されたバブルボブルフォーフレンズ以来だから6年ぶりだね。新作発表を記念して僕もなんとアップデート変身じゃん。どう？バブルボブルシュガーダンジョンでの衣装なんだ。特にこの帽子とゴーグルかっこいいでしょ。角の部分が開いててかぶりやすくなってるんだ。バッグもコンパクトだけどたくさん持ち物入れられちゃうよ。この格好で大好きな冒険に出発だ。そして今日は新作を詳しく紹介するためにプロデューサーを呼んでるよ。おーい。はーい。バブルンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。バブルボブルシュガーダンジョンプロデューサーの岡です。本作の発売までバブルンと一緒にバブルボブルシュガーダンジョンプロデューサーレターとして皆様にゲームの最新情報をお届けしたいと思っています。よろしくお願いします。お願いします。まずは本作の概要を簡単にお伝えいたします。バブルボブルシュガーダンジョンはお菓子であふれる世界にあるダンジョンをバブルンが冒険していくバブルアクションゲームです。泡を吐いて敵を泡で閉じ込め、角や背びれで泡を割って倒すという基本的な操作は従来のバブルボブルですが、今回はシリーズ初のダンジョン形式でのステージが登場します。ダンジョン系のゲームっていろいろあると思うんだけど、実は僕初めてでまだあまり慣れてないんだよね。ダンジョンに入ってステージを進んでいき、ダンジョン内にあるお宝をゲット、宝箱から得られる材料をアイテムと交換したり、材料を使ってバブルを強化してさらにダンジョンの奥へ進んでいくというのが基本的なゲームサイクルになります。じゃあダンジョンに挑戦すればするほど僕強くなれるってこと？そうなんです。そんなわけで本作のキャッチコピーは何度でも冒険して強くなるシリーズ初のステップアップバブルボブルとなっています。なるほど。だんだんと強くなっていくからステップアップバブルボブルなんだね。確かにバブルボブルフォーフレンズはスキルを1個選択できるだけだったし、それまでの僕のゲームはステージの中で手に入るアイテムを取ってやられちゃうまでその場で強くなるような感じだから、そういう風に僕が強くなっていくの初めてかも。そしてこのダンジョンなんですが、実は入るたびに毎回変化するんです。毎回1回目に挑戦した時と2回目に挑戦した時ではステージの構成が違ったり、同じようなステージに見えても足場や敵の配置が変化したりします。そのため毎回ワクワクした気持ちで遊んでいただけるんじゃないかなと思っています。不思議。お菓子でおかしなダンジョンなんだね。毎回違う冒険が楽しめちゃうなんて面白そう。そうでしょバブル。それでは実際にゲームをプレイしながらさらに詳しく説明していきたいと思います。わーい。こちらが本作のゲーム画面です。ゲームスタート。わー、これが今回の衣装だよ。かっこいいでしょ？それでは早速触っていきましょう。まずこのラボと言われる場所の大きな中央にあるドーナツから冒険に出かけるわけですが、今回はまず最初にちょっとトレーニングで操作方法を思い出していければなと思っております。このように今回はガイドのアミと言われるロボットがいろいろと教えてくれます。で、今までの従来のバブルボブルと同様、敵を泡に包んで背びれで割ったり踏んで割ったりで敵を倒すことができます。連鎖割りと呼ばれるたくさんの敵を集めて、
割ることもできます。で今回は敵を全部倒さなくてもこのドーナツのところをくぐっていければ先へ先へと進むことができるようになっています。この辺は従来のバブルボブルと少し変わったところになります。敵を全部倒さなくてもいいのか。バブルは気流に乗って動きますので、それに合わせて自分も割ったりだとか気流を読みながらステージを先に進んでいきましょう。ここではスキルバブルが出てきます。スキルバブルを割ると今回ウォーターですね、このように水が流れて敵をもう一網打尽にすることができます。このようなギミックがいろんなところのステージでも仕掛けられたりしています。今回重要なポイントになるんですけれども、アイテムがダンジョン内には落ちていることがありまして、これを取得しましたら自分で装備をする必要があります。メニューを開いて持ち物でウィンドウが開くので、これからスキルセットのところにアイテムを登録して画面に戻ると、今画面の右下ら辺に R で炎のマーク10個って出ているので、こうするとスキルを使えるようになります。でスキルを使って敵を倒すということになります。おー、楽しい。ドーナツにはいろいろな種類がありまして、このような特別なドーナツもあります。くぐると大きな宝があります。でこれを取得するといろいろなアイテムが入手できることができます。こちらのところをご説明します。でこれで戻るという形になります。お、これでクリアだね。先ほどの宝箱から獲得した材料が以上になります。で材料を使って何をするのかというのはこの後ご説明します。ロビーに戻るとアミのところにびっくりマークがついているので、ここでミッションを確認することができ、これをクリアすると機能が解放したりアイテムを獲得したりなどのいろいろなことが起きますので、ぜひこのミッションはクリアしたら受け取りに行きましょう。今回スイーツダンジョンが解放されたので、この再度大きなドーナツに戻りましょう。そうするとダンジョンが解放されています。ダンジョンが追加されてる。一度入ってみましょう。基本操作は先ほどご説明した通りとなります。このように今回敵はお菓子を想定した敵が多く出ているので、美味しそう。可愛く遊ぶことができます。でこの宝箱とかもありますので、これをぜひ取っていきましょう。で敵を倒すと今回コンペイトウが手に入ります。でこのコンペイトウをたくさん集めるとまたアイテムやスキルと交換することができますので、この辺はぜひぜひ集めていきましょう。ここでスキルのバブルが登場しましたね。今回雷登場しています。これを割るとこのように敵を倒したりすることができるので、スキルバブルはぜひいろいろ割ってみてどういう効果があるのか皆さんもご自身で確認していただけると幸いです。で今回ドーナツにはいろいろな種類がありまして、次のステージに行くものもあれば、上の方に行くと今回の場合もう男女を脱出することができます。一回出てみましょう。非常口マークなんだね。これでダンジョンクリアになります。無事に生還して戻って報酬等々を受け取ることが可能です。わーい、お宝いっぱいだ。ダンジョンのところクリアしたので、アミーのところに行ってミッションをクリアしていきましょう。報酬はウールン。あ、ウールンだ。かわいい。今回のミッションクリアで新しくショップが開きました。こちらに入ってみましょう。今作ではウールンがバブルボブルで初登場となります。今回の彼女の役割はウールンカフェと呼ばれるカフェでバブルンにアイテムを提供する役割を担っています。このウールンカフェでは材料とアイテムを交換することができます。例えばファイヤードリンクをこのように材料いちごですね、この場合10個使って交換することができます。またロングショットドリンク、こちらも購入してみましょう。こちらはパイナップルで購入することができます。このようにアイテムを入手して、そうするとまたミッションが達成されたのでアミのところに行ってみましょう。次は何？今度はこちらの新しい場所が開放されました。今度はリベルだ。
ここはリベルの魔法図書館となっていまして、このリベルはパズルボブルエブリバブルで初登場したキャラクターとなっています。今回の彼女の役割は、この魔法図書館っていうのはスキルを覚えることができますので、バブルンにスキルを覚えさせてくれる役割を担っています。ファイアバブル、ロングショットといったスキルが現在バブルンは使えまして、レベルを上げることも可能です。レベル上がると当然威力も強くなります。ちょっとレベル上げてみましょうか。これで強くなった。レベルアップすることができます。今回のバブルボブルではダンジョンに潜って材料をたくさん集めて、ウールンのカフェでアイテムを交換したり、リベルの魔法図書館でスキルを強化したり覚えたりをして、どんどんバブルンを強くして、さらにダンジョンの奥へ潜っていく、そんなゲームになっています。それでは早速購入した持ち物もセットして進んでいきましょう。購入したアイテムはアイテムボックスに入っているので、このようにきちんとポーチに設定して持ち運ばないといけないです。それでは2回目のダンジョン探索に行きましょレッツゴー。う。で本作の最大の特徴である、先ほどと全く違うステージだったり、似ていても変わったステージっていうのが登場してきます。先ほどの1回目の一番最初のステージともうすでに違いますね。ほんとだ。全然違う。このように毎回変化するダンジョンが皆さんを待ち受けています。本作ではワンプレイヤーのみでの挑戦となります。ダンジョンとの相性、ゲームバランスを考慮し、一番やりごたえのあるバブルボブルを目指し、この形を取りました。スキルを充実させていますので、スキルを駆使してこのようにガンガンダンジョンを進んでいってもらえたらと思っています。スキルでどんどん強くなれるのは嬉しいな。今回のバブルボブルシュガーダンジョンはお菓子をモチーフにした敵がたくさん出てきます。この敵は桜餅をイメージして作った敵になっています。他にもこちらの敵はチョコミントや柏餅やシフォンケーキといったところをベースに作った敵になっています。敵だけどなんか可愛い。一応今作ではエクステンドが出てくるので、こちらちょっと割ってみましょう。エクステンドは割ると無敵の状態に一定時間になります。敵を倒すこともできるので、ぜひこちらを取っていきましょう。また集めると当然いいこともあるので、それはお楽しみにしていただければなと思います。なんだろう、気になる。はい、ダンジョンを進んでいくと、今真ん中に変わったちょっとまがまがしい扉がありますけれども、こちらに入るとダンジョンでのボス戦になります。ボス戦。それではダンジョンのボス戦行ってみましょう。おお、ドキドキ。音楽が変わった。ダンジョンでのボス戦ではこのようにとても大きな敵が相手となります。ここにバブルをぶつけて倒していきましょう。またスキルバブルを当ててもいいです。今当たんなかったですけれども、この辺を使って倒すことになります。ほら、バブルをいっぱい当てていきましょう。包めた。でバブルを包むことができたらクリアとなります。やったでボスを倒すと大きな宝箱を手に入れることができて、ここから脱出することができます。ですので宝箱をたくさんゲットしてボスを倒して出ていくと、一番効率よく材料を集めることが可能になります。材料もたくさんボスから倒した宝箱からはゲットできます。ぜひ皆さんボスを倒していきましょう。ー。ところで岡さん、さっきから気になってたんだけど、ゲーム画面下のスカルモンスターはやっぱりもうバブルボブルシリーズをおなじみの方はご存知かと思いますけれども、スカルモンスターの横にカウントが出てきていますね。こちら0になるとスカルモンスターが登場するので、うわそれを防がなくてはいけません。やっぱり防ぐ方法としてはこのように敵を泡に包んでまとめて倒せば倒すほどこの秒数が加算されるので、まとめて倒すというところも意識してダンジョンを進んでいただければなと思います。4体で倒すと、よいしょ、多少ラグがあっても大丈夫なので 1.5 秒加算されていきます。なので早く進むことも大事ですし、なるべくまとめて敵を多く倒すっていうのも大事になります。どういった戦略で皆さんがダンジョンを攻略していくかっていうのも皆さん次第ですので、自分のプレイスタイルに合った進み方でダンジョンを次々に進んでいってもらえればなと思います。しかし
ダンジョンを進んでいるとなかなかうまくいかず、このようにカウントがどんどん進んでいってしまうこともあるかと思います。そうするともうカウントダウン始まってますね。スカルモンスターの登場になります。いやこのように登場してきて、このように追ってくるので、皆さんは逃げないといけません。プレイの幅も制限されるので、なるべくスカルモンスターを出さずにダンジョンを進んでいくことをもちろんお勧めします。もう一度スカルモンスターのゲージがゼロになると、もう1体スカルモンスターが現れることになってしまいますので、皆さんなるべく敵をまとめて倒しながら、かつダンジョンをなるべく早く進んでいくようにしていきましょう。それがダンジョン攻略のコツです。スカルモンスターは倒せないんだね。怖すぎる。基本的なアクションはバブルボブルと同じだけど、レベルアップするスキルやアイテムといった新要素を使いながら、毎回変化するダンジョンを攻略していくのは奥が深そうだね。最後に製品情報をお伝えします。バブルボブルシュガーダンジョンは Nintendo Switch、PlayStation 5、Steam にて発売予定です。発売時期ですが、Steam 版と欧米アジア地域のスイッチ版、PS5 版はこの冬発売予定。日本のスイッチ版、PS5 版は2026年に発売予定です。バブルボブル4フレンズも実はヨーロッパで最初に発売されて、日本での発売はちょっと後だったんだよね。そうなんです。ただ今回 Steam 版も同時に全世界で配信することになりますので、いち早く遊びたいという日本の方々は Steam 版をぜひ遊んでいただければと思っております。 Steam 版と PS5 版はストアもすでにオープンしているから、ウィッシュリスト登録待ってるよ。また欧米アジア地域はアークシステムワークスから、日本は台東から販売します。バブルボブル4フレンズやパズルボブルエブリバブルもアジア地域へはアークシステムワークス社に販売をお願いしておりましたが、今回ヨーロッパやアメリカなどの地域もお願いすることになりました。そんなわけで、アークシステムワークスさんの新作発表動画、アークショーケースで最初の発表を行ったよ。そこで僕たちからのちょっとしたコメントもあるから、よかったら見てみてね。そして7月4日から7日までフランス・パリで開催されるジャパンエキスポ、アメリカ・ロサンゼルスで開催されるアニメエキスポにて、バブルボブルシュガーダンジョン初の私有体験ができます。アークシステムワークスのブースで体験できるから、行く予定の人はぜひ遊んでね。なお、私とバブルンはジャパンエキスポへ日本から行く予定です。そう。僕も飛行機に乗ってフランスに行くよ。この姿でヨーロッパに行くの、僕初めて。プロデューサーイベントやバブルンとの写真撮影も予定しているので、フランスに在住の方や周辺国で行くことを検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てください。しかもなんと、僕はアニメエキスポにも遊びに行く予定だよ。同じ日に開催なのにどうやって行くかは秘密だよ。この装備は置いていくけど、アメリカに行くのも初めてだからワクワク。みんなに会えるの楽しみにしてるよ。最後まで見ていただきました皆さん、ありがとうございました。バブルボブルシュガーダンジョンはまだまだ皆様に楽しんでもらえるようなバブルンの冒険がより面白くなる仕組みを用意しています。詳しい情報は今後のプロデューサーレターや SNS で公開していきます。バブルンチャンネルのチャンネル登録や僕の各種 SNS をフォローして楽しみに待っててね。パヨンパー